おはようございます。たかしです。本日は5月16日火曜日、ただいま7時33分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。最初にお知らせです。ドル円とゴールドの相場分析をポストプライムという SNS で無料配信しています。ご興味があればポストプライムへの無料登録とフォローをお願いします。詳細は概要欄にあります。それでは冷やしから見ていきましょう。昨日も強い陽線になっていますね。ここのところ基本的には上昇トレンド中、冷やし単位では上昇トレンド、 GMM は上向きですので、ただその中で小さく下落トレンドを描いてました。そこからの切り返しになるのかどうかというところですね。現在では冷やし週足単位ではかなり高値圏に来てますので、ここからどんどん上昇するとは思わない方がいいですが、かといってこの今の強い上昇に対して値頃間での逆張りっていうのも危険です。ストキャスティクスは今汚く動いてますが、まだもう少し上昇余地があるので、本日ももう一段の上昇、もしくは現在地付近で揉み合う、そんなイメージを持っております。基本的にはまだこのオレンジのトレンドラインを下抜けるまではこの上昇が続くと考えた方がいいですが、今買い足ではポイントに来てるんですね。ここから下落するのかなというところまで来ておりますので、その辺にも注目。そして日足の MACD は今ダイバージェンスの初動をと見ておりますので、ここから上昇する可能性はあるんですが、ダイバージェンス発生からの大きな下落っていうところもここからは考慮しておきたい。今はかなりの高値圏にありますので、もしロングエントリーでついていくのならちゃんと下がったところですね。まずはこのトレンドライン付近まで下落して、そこからの反発っていうところを狙っていく必要があります。現在地から最高値まで上昇する可能性もあるんですが、そこを狙うのは優位性がありませんので、もし買っていきたいのであればまずは一旦の下落を待つ。そして売っていきたいのであれば下落のパターンが出るのを待つっていうことが大切になってきます。チャンネル登録してね。では4時間足です。先ほど日足では上昇トレンド、日足の GMM はここを走ってますよね。ちょうどオレンジのトレンドライン付近を走ってますが、4時間足では下落トレンドみたいなのを描いてきてます。明確にここの安値を下抜けていませんので、下落トレンドというにはちょっと微妙だなと思うんですが、現在は、上昇してきて強く下落、そして高値を超えられなくなってきている。つまり高値を切り下げてきているんですね。安値の更新はヒゲ先でしてますので微妙なんですけれども、ここからダブルボトムでの上昇になるのか、それとも高値切り下げでのだんだんと下落に向かっていくのかというところです。4時間足の GMM は今横ばい収束してますので、今4時間足単位では方向感がない、つまりレンジの状態ですので、上がるか下がるのかが分かりにくい。その中で直近の高値を結んだこの切り下げライン、つまりこの過去の三角持ち合いですね。この水色のラインが下限、そして黄色のラインが上限の三角持ち合いの今上限に再びタッチしに来ているところですので、ここでどうなるかっていうところを見ておきたい。もしここの青いラインですね、この緑丸の高値を上抜けてくれば一旦最高値を目指していく可能性がありますが、やはり先ほども言いましたように、ここは日足週足での高値圏になりますので、あまりどんどんその上値追いをするのは優位性がありませんので、そこは注意です。まずは現在地付近でどうなるかっていうのが本日のプライスアクションチェックポイントですね。で、もう一段上昇してきた場合はこの緑丸の高値ぐらいまで、次ここでどうなるかっていうところを見ておきたい。もしここを上抜けてきた場合は一旦様子見がいいと思います。ストキャスティクス高値圏にありますので、もちろんここから今張り付いてますので上昇していく可能性もあります。ただしそこからの上昇っていうのはあまり優位性がありませんので、上昇についていくのではなく、上げ止まったところから短く打っていく方がトレードとしては優位性が出てきますので、その辺を参考にしていただければと思います。では1時間足です。とは言いましても日足は今上昇トレンド中、1時間足も GMMA は上向きですので上昇トレンド中なので、基本的には下がったところは買われやすいです。先ほど上げ止まったところからの下落を見ておくのがいいかもとは言いましたけれども、4時間足ではレンジをイメージしますので、現在はこういう大きな流れですね。この青いラインで囲まれた中でのレンジっていうのを想定しておくのがいいと思いますが、今はその中でも結構高値圏に来てますので、もう少し上昇余地はあるんですが、ここを狙っていくのではなくって、一度上がりきったところからの次の下落の流れを見ておくのがいいと思います。ただその場合も今1時間と日足は GMMA が上向きになってますので、値頃間での逆張りは危険ですので、しっかり下落のパターンが出てから、そこからの下落の流れをイメージしておく。1時間足ストキャスティクスは方向感がありません。今 MACD がダイバージェンスを起こしそうな雰囲気にもなってきてますので、現在地付近で揉み合うのであればそこからの下落、現在地付近から急騰するのであればその流れにはついていかずに、そこから次の下落の流れを見ておく。そして170
71.1 か2ぐらいまで上昇してきても過去の高値と一致しますので、そのあたりからの下落を見ておく。現在は先ほど4時間足の三角持ち合いの上限、そしてこのフィボナッチリトレースメントの 78.6% ですね。これ高値、直近の高値から安値に引いたものですが、その付近で今上げ止まっている感じもしますけれども、ストキャスティクスの動きが汚いので、もう一段の上昇する可能性も考えておきたいんですが、そこの上昇についていくというよりは上がったところを売っていくという方がいいと思いますので、まずは下落のパターンが出るのを待つのがいいと思います。ただ本日も分かりにくい動きをする可能性もありますので、その辺は注意ですね。昨日もじりじりとは上昇してきてますので、本日もじりじりと上昇する可能性がありますが、分かりにくい動きをしているところでは無理にトレードをしない、そういうところで無理にトレードをすると勝っても打っても負けるということが起こりますので、しっかりと自分のルールに沿ったトレード、パターンが出てからの下落、そしてしっかり押しをつけたところからの上昇っていうのを狙っていく。分かりにくいところ、ここから上がるのかな下がるのかなっていうのがはっきりしないところでエントリーしていくと、どちらに行くかが分かりにくくなりますので、できるだけ優位性のあるところっていうところを狙っていく。それは上昇の場合も下落の場合も一緒ですけれども、より損切りまでの距離が短くなるところっていうのを狙っていくのがいいですね。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは初心者の方向けの丁寧なスキルアップ動画を毎週1本更新しています。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。また初心者ではないけど安定して勝てないという方はポストプライムでのプライム会員をお勧めしています。こちらは YouTube のメンバーシップと違って2週間の無料期間があります。7月からプライム会員価格を値上げしますので、少しでもご興味のある方はお早めの行動がお得です。今登録すれば値上げ後も今の価格が適用されます。ぜひ無料期間を有効にご活用ください。詳細は概要欄にあります。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。